はい、それではここ王家の谷にやってきました。歴代のファラオが眠り、現在64基の墓、うち24基が王墓なんですが、来てますね。暑いです。ここもなかなか暑くなってきました。照り返しがすげえな。でもこの中もう本当に観光客も来てますね。ちょうど今正面のところにあるのがツタンカーメン王墓なんですが、そのツタンカーメン王墓のさらに後ろ、そびえ立つピラミッドのような山が見えています。あちらのところがこの王家の谷の象徴的な頂である、クルン、角とアラビア語で現在呼ばれているものです。古代においてはメリト・セゲル、沈黙を愛する女神というコブラの神がいたんですが、その頂に王たちが埋葬されたということになっています。最も古いこちらお墓というのはトトメス1世、おそらくハトシェプト女王が作らせたもので、今から3500年ぐらい、昔のものになります。第18王朝初期から第19王朝20王朝と、作られていくんですけれど、昔は本当に谷のですね、初期の頃は奥まったところにお墓というのが隠されていたんですが、そのうち第18王朝の、終わり頃になると、そこまで作るいわゆる財力というのがなかったために、今私たち谷の一番そこら辺にいるんですけれど、この辺りにアマルナ時代ツタンカーメン王墓を含めたお墓というのができていき、その後第20王朝19王朝20王朝になってくると、横ですね、本当にうがたれるような形で門扉が非常に立派なお墓というのが、作られるようになっています。そのためこの辺りはメジャイと呼ばれるですね、傭兵たちによって全体が守られて古代においては、いた場所に、なります。ここをですねじっくり解説していきたいと思いますので、さあどっから行こうか、行ってみましょう。はい、今から100年前、約100年前の、1922年の11月4日、ツタンカーメン王墓に入る入り口というのが見つかっています。今は現代の階段があるんですけれど、この下には古代の階段があり、それが見つかったのが11月4日になります。その階段を見つけた後、発見者であるハワード・カーターというのは一旦封印の壁、実は中にあったんですが、それを開けることなく、イギリスにいるスポンサーであるカーナボン卿に電報を打ち、彼の到着というのを待ちます。そして11月24日封印の壁を解いて、王墓中を覗くということになっています。今回はちょっと特別な本当に許可をいただいて、こちらのチャンネルの方でもツタンカーメン王墓、中じっくりとご案内していきたいと思います。行きましょう。今は完全に開いた状態になっていますが、古代においてはここのところには封印の壁がありました。でこの封印の壁を1922年、11月24日にハワード・カーターが、開けたということになっています。最初中に、ガスが溜まっていないかということで穴を開け、その後光を中に入れて覗いたわけですね。それまで王家の谷の中で未盗掘の王墓というのは発見されていなかったため、実際にこのツタンカーメン王墓の中に何があるのかというのは彼らは分からなかったわけです。期待と、そしてある種、また失望するかもしれないという、そういった複雑な気持ちを抱えて中を覗いたわけです。カーターが最初に中を覗いて、ハワード・カーターが一体中で何を見ているのか、その言葉というのを待っていたんですが、なかなかカーター自身は言葉を発することができなかったんですね。でカーナボン卿はそこの中でまたカーターが何も見つけることができなくて失望してるんじゃないかどうかというようなことを思っていたようですが、我慢できなくなって何か見えるかねというふうに尋ねたわけです。するとカーターがはい、素晴らしいものがっていうね言葉を残してますが、実際に中には、ほぼ未盗掘のツタンカーメンの財宝というのが置かれてあったということになってます。中、
入っていきましょう。ここがツタンカーメン王の玄室になります。いやー、入ってこれましたね。すごいですよね。もう本当にこのチャンネルを公開して1年、ほぼ1年ですね。で、実際にこういった現地の方から、それもツタンカーメン王墓100周年、この年に来ることができました。もう本当にこれはね、チャンネルを見ていただいている皆様のおかげです。このツタンカーメン王墓の中から、改めて、お礼申し上げます。一スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。ありがとうございます。で、こちらの方を見ていきましょう。正面見ましょうか。まずこちら右側の方から見ましょう。こちらのところはですね、ツタンカーメン王がミイラになって、王宮の友人たちがツタンカーメン王のそのミイラ、遺体というのを厨子の中、そしてソリに乗ったものを運んでいるシーンになってます。白い鉢巻きのようなものをつけていますが、これは古代における紋章になります。後ろのところには髪の毛を剃った、神官のような人がいますが、ここのところは、北と南の宰相だろうというふうに考えられています。正面の方、こちらを見ていただくと、ここではすでにオシリスになったツタンカーメン王ですね。そしてその横にはツタンカーメンの後を継いだ、これはもうこの時には年老いている老王になりますが、アイになります。口開けの儀式という儀式で、これをですね、セム神官という豹の皮をかぶった役目になって話を、呪文を唱えているわけです。真ん中のところには、ツタンカーメン王が、天の、主である、ヌト神、このヌト神に挨拶を行っているシーンですね。ヌト神自身が、ツタンカーメンの、この鼻からですね、生命、そちら与えるというようなことがここには書かれてあります。一番最後のところ、これももう完全にツタンカーメンがミイラになっているシーンですね。後ろの方にいるのがツタンカーメン王のカということで、手を広げたようなシンボルが頭に載っています。こちらも見てみましょう。ヒヒが描かれてます。で、このヒヒというのは、これは冥界の書であるアムドゥアトという書の1時間目になります。亡くなるとですね、実際に、太陽神と同じような形で、冥界に行くわけなんですけれど、その時に冥界というのは12の世界に分かれていて、その12の世界に分かれている1時間目では、ヒヒが太陽神の訪れというのをウェルカムってようこそというふうにね言っているようなシーンになっています。本来であればこの下行けないんですけれど、今回はこれも特別に許可をもらっているので、ぐるっと一周回ってみたいと思います。来てます。ツタンカーメンの、棺ですよね。で、この中に実際に木の、糸杉かな、棺があり、その中に金箔の棺があり、その中には金の棺があり、そしてマスクをかぶったツタンカーメン王のミイラが中に横たわっていたということになっています。本当ね、ハワード・カーターどういった、気持ちで、いやでも本当大変だったと思いますね。彼はしっかり記録残してるんですよ。本当に細かく、
修復なんかをしながら、一時カーターというのは当時の高校局になるのかな、少し、揉めてですね、現場から離れることになったんですが、ただやはり非常に繊細な遺物というのが発見されていたためにですね、カーター以外では、そういった繊細な遺物というのを修復保全記録取りながらできないということで、本当に細かい、作業というのをここでしていったということになっています。すごいですよね。ここまで近づいてアムドゥアトの書の1時間目見れるとかね、いやーすごいな本当に。そしてね、ツタンカーメン秘密の部屋があるんじゃないかっていう話がねありますけど、どうなんでしょうね。実際のところ、電磁波グランドペネトレーティングレーダーですよね、使ってこちらの壁は確かに調べているんですけれど、ニコラス・リーブスという研究者によれば、ちょうどその奥の壁のところですね、あそこから奥に行く、秘密のいわゆる部屋っていうのがあるんじゃないかっていうふうになってますが、他のやはり研究者のところ、何度か調べられた結果、今のところはないということになってはいます。リーブスの本当に説では、ここのところは、まだ見つかっていない、ネフェルティティですね、ネフェルトイティ、の現質があるんじゃないかという話なんですけれどね。どうなんでしょうか。ただ本当にこれだけ有名なお墓、世界中で知られているお墓であるにもかかわらず、まだ研究というのは、いろんな形で進んでいます。そして中、あれは副室、トレジャールームですね、宝物庫、なんですけれど、ここもですね通常は開いていないんですが、今回はこれも、中壁画はありませんが公開していただいていますので、ちょっと覗いてみたいと思います。この辺りまだね作業をいくつかしているところもあり、こういったのはこれはツタンカーメン王の、封印壁、の一部であるというふうに聞いています。何かしら泥の塊のように見えるんですが、これも遺物の一つということになります。ここのところから、アヌビスのそれこそみこしに乗ったアヌビスのね、遺物なんかが発見されたり、しているところです。私もここは入るの初めてですね。この下のところは実は一度入ったことがあるんですけれど、何もないんですが、やっぱりなんかねいろいろ感じるものがありますね。またちょっと戻っていきましょうか。ドキドキします。そして今実はツタンカーメン王のミイラというのがこちらの方に置かれてあります。もともとはずっとお墓の棺の中に、置かれてあったんですが、今はこういうふうに外に出されている形ですね。ただ数ヶ月後にはこのツタンカーメン王のミイラというのもまた、運ばれるというふうに聞いています。あとですね、ここも実は副室と呼ばれるところで、一般公開はされてないですし、なかなか入らない、中には確かに何もないんですけれど、開けていただきましたので、ここも初めて入っていきたいと思います。こんな段ねあったんですね。確かにプランで見ると、プランというか、断面図で見るとね、ここに副室がある、段があるって分かってたんですけれど、
いや、意外と広いなっていうイメージですね。なんとなくもっと狭いイメージがあったんですが、ここの、複室の方にはどちらかというと日常品、ベッドとか椅子とか、そういったものなんかが置かれてあったということになってます。ただその置き方というのは非常に乱雑に置かれていて、ツタンカーメンというのは2階洞窟にあっているんですが、その時にやはり洞窟がいろんなものを雑多に持っていって、そこのところを古代の神官、ガードが抑えてですね、もう一度再埋葬したという、そういった跡なんかが残っていて分かっているため、きれいには置かれていなかったようです。この辺りの遺物そのものに関しては、カイロのエジプト博物館、ただ今大部分は大エジプト博物館に、移動しています。この YouTube チャンネルの方でもすでにシリーズでツタンカーメン王のそういった発見の歴史と、そして遺物どういうものが出たのかというのを紹介しましたので、ぜひそちらの方も、ご覧ください。今回は現場でこの部屋の大きさですよね、こういったものを皆さんにも感じていただきたいなと思います。